こんにちは、オズ D です。今回はサバイバル序盤でも簡単に作れる超簡単な魚トラップの作り方のご紹介です。必要な材料はこちらになります。ブロックやハーフブロックなどは燃えるものを使用しないので、お好みの素材をご使用いただいても大丈夫です。ソウルサンドは一つだけ必要になるので、なんとか頑張ってネザーから1個だけ入手しましょう。アイテム数には数え間違いもございますので、あくまでも目安として参考にしてくださいね。では作り方の方へ移りたいと思います。今回の作成範囲は縦19マス×横19マスの大きさの脇層を海の上に作成します。魚の習性を利用したトラップになっており、こんな感じで閉じ込めている魚がいて、どこか一箇所でもこんな感じで穴が開いており、下の海に逃げれる箇所を作ることで、魚はその穴の箇所をめがけて泳いでいき、下に逃げようとする習性があります。これは以前にも出した熱帯魚トラップと同じなので、熱帯魚で作成したい場合はこちらも参考ください。海底部分から海面部分までに、仮ブロックを設置しておきましょう。海面まで積み上げた一番上のブロックの、この部分からブロックを8個設置しましょう。残りの3方向にも同じようにして、それぞれ追加で8個ブロックを設置しておきます。設置した8個のブロックの間部分を、敷き詰めるようにブロックを設置します。残りの3箇所も同じようにブロックを設置して、17×17 の足場になるように設置しましょう。今設置したブロックの角に仮ブロックを設置します。仮ブロックにブロックを設置して、17×17 の周りをぐるっと一周設置しておきましょう。仮ブロックは壊しておきましょう。どこでも良いので4方向の一面の端に、一列水バケツで水を流しておきましょう。今水を流した列と直角になる面にも、同じように水を一列流しておきます。そうすることで無限水源が出来上がります。最初に設置した真ん中の仮ブロックを、高さ3段分壊しておきましょう。仮ブロックの上にソウルサンドを1個設置します。中心の穴の右斜め前の箇所に、仮ブロックを1個設置しておきます。仮ブロックの上とその右側に、ラージチェストを設置します。チェスト背面の左側にしゃがみながら、ホッパーを1つ設置しておきましょう。チェスト背面の右側には、マグマブロックを1個設置します。チェストの上部分からガラスを4個設置します。方向を変えて今度は2個設置します。もう一度方向を変えてガラスを3個設置しましょう。ホッパーの上に植え付きでハーフを設置します。ハーフの手前にガラスを1個設置します。下の穴の周りを囲うようにして、画面のように3箇所にガラスを設置します。そうしたら穴のこの部分と上の2箇所に、それぞれ水バケツで水を流しておきます。あとはハーフの上からガラスを設置して、上に蓋をしておきましょう。こんな感じで設置できていれば OK です。仮ブロックは壊しておきましょう。脇層の角部分4箇所に、それぞれ松明を設置しておきましょう。海面から登れるように、この部分にもはしごを設置しておきます。そうしたらはしごを設置した上のブロックから、高さ23段でブロックを設置しておきます。一番上のブロックから中心に向かって、ガラスブロックを9個設置しておきます。9個目に仮ブロックを2段で設置して、その上に葉っぱを設置しておきましょう。これで待機していてもファントムが湧きません。仮ブロックは壊しておきましょう。ここにも松明を設置しておきます。あとは下に一度飛び降りて、登れるようにはしごを設置しておきます。これでトラップ自体は完成となり、待機所で待っていれば魚が湧いてくれます。またこんな感じでイカも湧いてくるのですが、窒息して勝手に消えていってくれます。
副産物のイカスミは自動で回収しないので、こんな感じで自分で回収してあげましょう。あとは待機所で放置しているだけで、こんな感じで魚が習性で穴に泳いでくるので、それを上昇水流で上に登らせて、マグマブロックや窒息で倒してあげます。あとはホッパーで回収したものがチェストに入るので、魚や骨を好きなだけ回収してあげましょう。では一度チェストの中を空にした状態で、待機所である程度待ってみて、どれくらい入手できるかを確認してみましょう。10分ほど待機していたので、早速どれくらいなのかを確認してみましょう。チェストの中身はというと、タラが3スタックと8匹で鮭が50匹。あと骨が1スタックということになるので、単純計算で1時間だと魚が約1500匹で、コップンだと1150個入手することができますね。頑張れば序盤に作れるトラップにしては、かなり良い効率になっているのではないでしょうか。食料問題も解消できるので、結構重宝するトラップだと思います。では最後に魚が余ってしまった時に、エメラルドに交換する方法をご紹介します。余った魚をエメラルドにするためには、まず樽で収縮させた釣り師が必要になり、その釣り師の取引レベルを3まで上げることで、レベル2だとタラとエメラルドを交換してくれて、レベル3で鮭とエメラルドを交換してくれるようになります。実質トラップで魚は無限に入手できるので、エメラルドも実質無限に入手できることになりますね。ソウルサンド以外は簡単に入手できて、頑張ればソウルサンドも序盤に入手できるので、早々に作成してしまうことで、サバイバル序盤の食料不足なども解消するので便利なトラップです。いかがでしたでしょうか？今回は魚やコップンを大量に入手することができて、エメラルドも無限に入手することが可能な、超簡単な魚トラップの作り方のご紹介でした。かなり簡単に作れて便利なトラップなので、よかったら参考にして作ってみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。また他にも色々な装置やトラップの動画もあるので、よかったら概要欄などからご覧になってくださいね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。